こんにちは、シャチパンです。今回はミニ LED のライバルである有機 EL テレビについてです。ここ数年激変している有機 EL 業界ですが、今年は有機 EL 歴史史上でも大進化を遂げた年となりましたので、今年のモデルは文句なしに買い時と言えるかなと思います。ただ残念ながら失速しているメーカーもありますので、今回はそんな事情にも触れながら各社の特徴や評判を紹介していこうと思います。それではやっていきましょう。それでは早速大手5社ソニー、パナソニック、TVS レグザ、シャープ、LG の比較をしていきます。なお事前に現時点で有機 EL テレビを買い替えるとしたらどのメーカーにしますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、ソニーが最も高く圧倒的な人気を誇り、次いで TVS レグザ、パナソニックとなりました。ソニーが圧倒的な人気に見えますが、昨年のデータと比較すると3位だったレグザがソニー票を取り込み、今年初めて2位に浮上しました。勢いはレグザがありそうですね。さて話を戻して、上位機種を基準に各社の特徴を解説していきます。まずはパネル。シャチパンチャンネルをご覧になられている方はご存知のことかと思いますが、テレビにおいてパネルは最重要部品です。映像表現の土台のポテンシャルが根本から変わるからです。昨年も大きな動きがあったとお伝えしましたが、昨年よりも今年はさらに目覚ましい進化がありました。さすがに当たり年かと予想します。有機 EL テレビを選ぶ上でパネルの歴史に触れないで語ることはできません。ここでは簡単に触れておきます。有機 EL パネルは長らく今回も取り上げている LG という韓国メーカーが供給しており、テレビ市場をほぼ独占してきました。そこに今から3年前の2022年、サムスンがパネル業界に参入。パネル名は QD-OLED。有機 EL テレビに量子ドットを採用した革新的なパネルで、業界は大きく盛り上がりました。2022年にはソニーがいち早く自社モデルに採用。そして2023年にはシャープも採用してきました。LG とサムスンの天下分け目の戦いがそのまま国内メーカーにも波及し、今もなお続いています。2社のパネル性能をまとめますとこのようになります。 LG パネルとサムスンパネルの違いの一つは画素構成で、 LG パネルは基準色である赤、緑、青に加え白色のサブピクセルがあり、この4色で1つの画素を形成しています。白色があるのは赤、緑、青のサブピクセルだけでは単純に明るさが足りないからです。そのため白色で補助する必要があるような明るい部分の色表現は苦手としており、これが長年課題と言われてきました。一方サムスンの QD-OLED は構造上白色がなくとも明るくすることができ、量子ドットを用いることで色の表現も優れています。一方で変更板がない構造により、外光反射で画面がわずかにピンクがかるという厳しい声もあります。LG の昨年パネルマイクロレンズアレイプラスはトンボの目からインスピレーションを得たとされ、今まで捨てていたテレビ内の名光をマイクロレンズで再利用するというものでした。ピーク輝度は一気に実測1500ニットまで上昇。しかも明るくなったということは、先ほど触れた白色を光らせる機会が減るということです。 LG パネルの場合、色表現も同時に改善します。一方サムスンの QD-OLED も負けじと昨年パネルでは実測ピーク輝度1652度を達成。劇的な進化を果たしたのでした。しかし昨年のシャチパンの有機 EL 動画でも触れたように、 iPad Pro で採用されたタンデム OLED という進化の余地は残していました。そして2025年 LG がテレビにも RGB タンデムパネルを導入しました。 RGB タンデムパネルとは、有機 EL の発光層が従来青色層2枚、黄色層1枚の3層構成だったのに対し、
黄色層を赤層と緑層の2つに分け、計4層にしたものです。こうすることで、従来黄色から赤と緑を頑張って取り出していたものが、純粋に赤なら赤だけを、緑なら緑だけを取り出せるようになります。ピーク輝度は実測でなんと2400ニット。下手なミニ LED テレビをしのぐ凄まじい明るさ表現です。こうなるとサムスンもきつそうですが、今年は青色発光層の材料見直しにより実測で2100ニット。こちらも大きく進化しています。さて、前置きが長くなりましたが、結局のところ各社がどのパネルを用いていて、どのくらいのピーク輝度となるかというと、このようになります。LG の最新パネルを採用するメーカーはパナソニック、レグザ、LG の3社。パナソニック、LG は新パネルのポテンシャルを目いっぱい引き出す調整な一方、レグザはやや控えめな調整となっているのが印象的でしょうか。シャープは最新の QD-OLED を採用。ピーク輝度もご覧の通り2000ニットを超えてきています。ソニーは今年最上位モデルの日本発売がなく、昨年のモデルですが、パネル的にも2年前のもので大きく見劣りします。昨年2年ぶりに有機 EL モデルを投入するも、肝心のパネルが1世代前のもので、日本市場軽視がささやかれましたが、今年も海外だけブラビア82という最上位モデルが発売されており、ソニーファンをがっかりさせています。ただこのモデルはシャープと同じ最新パネルが採用されているものの、ピーク輝度は1850ニットとシャープに負けています。これは後ほど触れますが、サウンドシステムが影響しているかもしれません。と、このようにここ数年での有機 EL テレビの進化は目覚ましく、ついていくだけで大変ですが、 LG が青の発光効率を高める青色フォーレットを採用した有機 EL パネルの製品化検証に成功したというニュースもありますので、今後も目が離せない状況が続きそうです。続いてサイズ展開。上位モデルのラインナップは青字で記しています。48インチ以下のパネルは画素ピッチの関係上、明るさが1割程度は暗くなることには注意が必要です。上位モデルは55、65インチが多い中、今年はパナソニックが77インチのラインナップを追加してきました。ラインナップでいうと、パネル供給メーカーでもある LG が55から97インチ展開まであり、最も充実しています。なお、メインで使うテレビを買うとしたら何インチのテレビを選びますかというアンケートでは、60インチ以上が 43%、次いで50インチ台の 41% でした。2年前のアンケートでは50インチ台を望む方が多かった印象ですが、徐々に60インチ以上も人気となり、今年ついに逆転しました。50インチ以上のテレビで全体の8割以上を占めており、各メーカーが55インチ、65インチサイズに力を入れるのもうなずけますね。多くの投票ありがとうございました。次に高画質機能。各社の特徴を簡単に触れていきます。ソニーの高画質機能は XR ピクチャー。画像エンジンである認知特性プロセッサー XR を用いた映像処理の総称です。人は物事を認識する際、無意識に注目するポイントである注視点を中心に分析し、処理を行います。従来の AI 技術では映像を個別に処理しますが、本機では注視点を中心に色、コントラスト、精細感などの各要素を個別ではなく横断的に処理を行います。これにより、人が目で見たような自然な美しさで映像を描写するとしています。絵作りは自然で輪郭くっきりめなテイストです。次にパナソニックの高画質機能はサーマルフローです。有機 EL パネルの放熱構造であり、明るさを改善します。バックカバー一体型放熱プレートに加え、今回新たにサーマルフローという構造にしてきました。有機 EL パネルの性能を引き出すには熱が課題で、
これを解消しないと寿命が短くなります。サーマルフローとは簡単に言うと自然対流を効率的に発生させ、テレビ内部の熱を素早く排出する構造のことです。今回ウーファーの位置も新たに見直すなど、その徹底ぶりはさすがで、パネルの性能を十分に引き出すことに成功しています。パナソニックは他社より早い段階で有機 EL の放熱構造に目をつけ取り組んできたこともあり、有機 EL の弱点である明るさに定評があります。さらにパネルは一枚一枚カメラで測定され調整、最終点検は人の目で行うというこだわりっぷり、だいぶコストがかかっています。絵作りは脚色少ない忠実性重視、リアル思考です。次にレグザの高画質機能はレグザエンジン ZR-α、 レグザの画像エンジンです。 AI がシーンを判別して高画質にする AI シーン高画質プロで、新たにライブステージシーンが追加、照明による顔の白飛びを抑制したり、引きのショットでアーティストの精細感をアップします。 AI が判別するシーンも夜景や花火、リング競技、映画、アニメと増えてきました。また人間の顔だけではなくアニメの顔まで検出し高画質にする機能や、地デジの映像だけではなくネット動画特有のノイズも抑制するノイズリダクション、視聴者の位置をリアルタイムで把握し視聴距離に応じて最適画質にする検知システムなど、あらゆるところに力が入っています。さらに今年から Google の生成 AI ジェミニを搭載することで、対話形式でコンテンツ検索が可能になりました。従来はできなかった抽象的な言葉でコンテンツを提案してくれます。画質は日常のさまざまなコンテンツを AI が最適化する見やすさ重視な印象です。続いてシャープ、映像処理や構造は他社でもやっているものばかりで、独自性という意味では正直見当たらないシャープですが、今年も国内で唯一最新 QD-OLED パネルを搭載しているのが最大の特徴です。色表現範囲は原理上 LG パネルより優れており、絵作りはその方向性に全振りした明るく派手めな印象です。続いて LG の高画質処理は AI プロセッサー、何百万もの映像ソースを学習した AI が自動で映像のジャンルや人物を認識し最適処理します。海外メーカーですが地デジの画質も良く、顔検出による最適なアップスケーリングやオブジェクト判別によるリアルタイム処理、 AI によるトーンマッピングなど多岐にわたります。絵作りはパネルメーカーらしく、パネル本来のポテンシャルで勝負しているナチュラルな印象です。続いてサウンド、各社サウンド構成のネーミングは様々ですが、設計思想という意味では共通点があります。パナソニック、レグザ、シャープは画面下部にメインスピーカー、背面中央付近に低音を担うウーファー、そして画面上部に高音を担うツイーターかトップスピーカーというのが基本構成です。一般的なテレビは画面下部にスピーカーが搭載されており、映像の中心点と音の出る位置がずれています。トップツイーターは指向性が強く、この離れてしまった音像を画面中央に引き上げ、映像から音が聞こえるような違和感の少ない音声を楽しめます。シャープが低位感重視のサウンドと言えるでしょうか。一方、トップスピーカーを搭載した場合は、天井からの音の反射を利用した立体音響を狙いとしています。パナソニック、レグザがこの構成です。両社はサイドスピーカーも備えており、視聴者を音で包み込むサラウンドを目指しています。またパナソニックのサウンド構成はいくつか注目する点があり、上面にはイネーブルドスピーカー、底面には1列に並んだ16個のラインアレイスピーカーが搭載されています。イネーブルドスピーカーも音を天井に反射させることが狙いですが、ドルビー社が細かく角度や特定の指向性の要件を定めており、これをクリアしたものでないと商標を利用することができませんし、
下部のラインアレイスピーカーは球面上に音が広がる一般的な点音源スピーカーではなく、ライブ音源などで使われる線音源で音の干渉や反射に強い特性を持ちます。スピーカーも前向きに搭載されているので、人の声なども聞き取りやすいでしょう。ソニーも定位感重視のサウンドです。他社と違うのは、メインスピーカーがアクチュエーターで画面そのものを振動させて被写体の位置に合わせた音を作り出す点です。映画館ではスクリーンの真後ろにスピーカーがあり、セリフや音が映像と重なって聞こえるように設計されています。これを画面振動させることで実現しており、映像と音の一体感は高いでしょう。他社とは一風異なるサウンド構成でソニーらしいユニークさがありますが、アクチュエーターを画面背部に備えることにより有機 EL の放熱効率が悪くなり、映像を明るくできないという話もあります。 LG のサウンドはイメージイラストではいろいろ書いてありますが、実際には画面下部のメインスピーカーと背面にウーファーというシンプルな構成です。メインスピーカーも下向きのダウンファイアリング方式。凝った他社の構成と比較すると見劣りします。続いて価格。各社の55型と65型の現価格を記しています。上が上位モデル、下が下位モデルです。お店や販売時期によっても変わってきますが、上位モデルではソニーが昨年発売されたモデルでも抜きん出て高い価格設定。次いでパナソニック、レグザが安めの設定です。下位モデルでは同じくソニーが圧倒的な高さ、次いでパナソニック、LG が安い傾向です。LG はパネル供給メーカーなので安いのは当然といえば当然ですが、レグザもかなり頑張っている気がします。一方ソニーの価格設定は他社の最新パネル搭載の上位モデルよりも高い設定で、たとえソニーファンであっても少し手が出にくい状況でしょうか。各モデルの価格詳細については概要欄にも記載してありますので、後で参考にしてみてください。続いて口コミです。ソニーは音と映像の一体感を褒める声がありました。画面そのものから音が出るのはソニーだけの特徴です。ただし画面出音は特定の周波数が出やすい傾向にあるので、低音との音のつながりを指摘する厳しい意見もありました。悪かった意見としては、まず最新のパネルを採用していないことが挙げられます。いくら絵作りに定評があったとしても、ここまでパネル世代が変わるとさすがに画質が他社製品と比較して見劣りします。それでいて価格は依然として高いままです。こうした状況に日本市場を軽視しているのではないかと嘆く声も上がっています。実際今年海外ではブラビア8-2というフラッグシップモデルが発売されましたが、日本では昨年海外で発売されたブラビア8が1年遅れで投入されました。このモデルは海外のデータから LG のモデルでいうとピーク輝度900ニトの C4 相当であることが分かっています。来年は有機 EL のフラッグシップが発表されるとは思いますが、それがブラビア8-2相当のものであった場合、他社にパネルのアドバンテージを取られ続けることになります。さらに苦戦を強いられることになるかもしれませんね。続いてパナソニックは自然な画質が好評でした。パナソニックの脚色少ないリアルな絵作りはファンも多く定評があります。また新パネルを採用したことでさらに明るくなり好評を博しました。昨年のマイクロレンズアレイパネルも明るさが進化していましたが、部屋の明かりなどの拡散反射がやや大きく、暗部の表現がわずかに損なわれるといった厳しい声がありました。その点本パネルは明るさ、色を向上させつつ反射も両立しているパネルと言えます。一方悪かった意見としては、幅広いアプリに対応した Fire TV を採用したことで録画の操作感や仕様が変わったようで一部に不評でした。従来の OS が持つ録画番組の整理機能やレコーダーとの連携機能、よく使う機能がある方は
一度現物を見た方がいいかもしれません。また OS の変更によるものか、応答が少し遅くなったと感じるという意見もあります。慣れもあると思いますが、メニューが一新され少し分かりづらいといった声が上がっていました。続いて TVS レグザはコスパを褒める声が多かったです。そしてタイムシフトマシンをはじめとする録画機能が強いです。タイムシフトマシンは地デジ6チャンネルを数日分録画し続け、後からいつでも見ることができる機能で、地デジをメインにご覧になられている方から多くの支持を得ています。また好きなシーンだけを見られるシーンリスト、ユーザーの好みを分析して自動で番組を録画する機能、早見再生や30秒送り、10秒戻しなど特に録画機能が優れています。悪かった意見としては、ピーク輝度が同じパネルを使っている他社比で劣るといった声や、自動録画番組とネット動画が一緒にチェックできる三枚スマートアクセスメニュー上部にあるバナーの大きさが気になるといった意見がある程度で、目立った酷評は少なかったです。 RGB タンデムモデルや録画機能の詳細はこちらの動画で実機レビューしていますので、気になる方は後で概要欄から参考にしてみてください。次にシャープは国内で唯一 QD-OLED の新パネルを採用している点が好評でした。パネルのポテンシャルを前面に押し出した絵作りは視聴者の好みによる部分もあるものの力強さを感じます。特に色表現は原理上最も優れており、それを称賛する声がある一方、赤が強すぎるという指摘も聞かれました。その他の意見としては、リモコンの応答がやや遅く感じる、チャンネル切り替えの時間が気になるといった指摘や、最新 QD-OLED 採用以外の独自機能がやや弱いといった意見がありました。続いて LG はパナソニックと同じく最新パネルの高い明るさが好評でした。またモデルによっては価格が安価でラインナップも豊富なのでユーザーにとって選びやすくなっています。ゲーム機能は特に優秀で表示遅延も少ない上、 HDMI2.1 端子も他社は2つまでなのに対し4つ備えるモデルもあり充実しています。一方悪かった意見としては、リモコン操作が賛否両論でした。 Wii リモコンのように扱えるマジックリモコンはポインターを傾けて操作する独自な方式で慣れるまで戸惑うかもしれません。また録画機能の弱さも指摘されています。オートチャプターや録画番組の自動整理機能が非搭載である点などが挙げられます。さらにサウンドも他社製品ほど凝ったものではなく残念だという声が聞かれました。最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルまでを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数です。昨年からそう大きな変化はなかったでしょうか。レグザ、LG、パナソニックはほぼ横ばい、ソニーは点数が上昇し、シャープがわずかに下落しました。有機 EL テレビは満足度が高い傾向にあり、どの製品も高い評価を得ています。その中でも今回は僅差でソニー、LG、レグザの満足度が優位でした。ソニーはパネル採用で他社より遅れを取るものの、絵作りなどに根強いファンも多く、ブランド力の健在を感じさせます。 LG は今年の RGB タンデムパネルが好評、レグザも最新パネルを採用しつつも価格も抑えられており、録画をはじめとする機能面が優れている点が満足度に貢献しています。一方パナソニックは画質は好評なものの、FireOS 導入時の細かな不具合などや仕様変更に対する戸惑いの意見があり、点数を伸ばしきれなかった印象でした。参考にしてみてください。一言まとめ。明るさ重視で王道な有機 EL テレビをお探しの方はパナソニック、録画や生成 AI などシステム面に魅力を感じコスパのいいテレビをお探しであればレグザ、
QD-OLED ならではの色表現を堪能したい方はシャープ。豊富なラインナップで進化したパネルポテンシャルを存分に堪能したい方は LG。 映像と一体感のサウンドに魅力を感じ、とにかくソニーが好きな方はソニー。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね